このカメラを買ったのがきっかけでデジタル一眼レフカメラの方の購入につながったカメラなんですよね。 C700 ウルトラズームの方はですね、コンバージョンレンズアダプターというものが使えるんですよね。手っ取り早く 4K を撮影するのであれば、こういったようなですね GoPro ですとか DJ。 はい、皆様こんにちは。本日はですね、久々に撮影で利用いたします GoPro Hero 10を使ってですね、撮影進めていきたいと思います。今回はですね、ちょっとデジカメを持ってきまして、そちらの方をちょっと今回の撮影でですね、ちょこちょこ撮りながら動画の方も撮影進めていきたいと思うんですけれども、というのはですね、先日ですねベッドの下にありますカメラ関係の空き箱をですね、ちょっと整理をしていたんですよね。で、その時にものすごい懐かしいカメラの方出てきましたので、ちょっと久々にですね、そちらの方を持ち出しまして、撮影の方、写真を撮りながらしていこうかなと思っておりますね。ちなみにですね、ちょっと今お見せいたしますけれども、こちらのカメラになってるんですよね。このカメラがですね、実はかなり昔に買いまして、このカメラを買ったのがきっかけでデジタル一眼レフカメラの方の購入につながったカメラなんですよね。その前に一つパンフォーカスのデジカメの方を使っていたんですけれども、そちらの方が壊れてしまったので、代わりにですね、今のカメラの方を使ったんですよね。メーカーがオリンパス、型番がですね C700 ウルトラズームだったかな。ちなみに簡単なスペックですけれども、35mm フィルム換算でズームを一番引いた状態で 38mm になりますね。で、こちらがですね、デジタルじゃない光学ズームが10倍なんですよね。そうすると 380mm までズームが可能ということなので、比較的ですね、このカメラを使っていてちょっと面白いなというふうにズームが面白いなというふうに思ったんですよね。ですから一眼レフカメラの方もですね、比較的ズームレンズが多いんですけれども、主にですね、被写体としましては、野生動物撮ることが多いので、景色ですとかいろいろなものを撮るといたしますと広角なんでしょうけれども、私はどちらかというとズームレンズですね。何やらですね、歩道の方補修か何かしてるんでしょうかね。工事してるみたいだったのでちょっと一回戻りまして他の道から行きたいと思います。今回持ってきましたカメラの方をですね、購入いたしまして、それがですね、どちらかと言いますと、風景撮りと言いますか、オートフォーカスが非常に遅いんですよね。ですから動物が撮れないということで、その他にですねその後にですね、後継モデルの方を購入したんですけれども、やはりですねちょっとフォーカスの方が遅いということで、デジタル一眼レフカメラの方の購入に踏み切ったわけですね。そうするとコンパクトデジタルカメラに比べてですね、かなりオートフォーカス早いのでビタッと合いますので、思った通りにですね、野生の動物が撮れるというところが非常に気に入って、
で、そのうちですね、なんやかんやとズームレンズの方が増えていったりするんですけれども、その話は置いときまして今回持ってきたカメラの方ですね、何が面白いかと言いますと、背景をぼかすことが比較的容易にできるところが面白かったりするんですよね。C700 ウルトラズームの方はですね、コンバージョンレンズアダプターというものが使えるんですよね。で、それを使いますと、例えば私はズームが好きなものですから、テレコンバージョンレンズというものを使いますと、望遠がですね、さらに伸びたりですとか、あとはワイドコンバージョンレンズ、これはですね 38mm がより広角に使えるようになったりですとか、あとはマクロ用のコンバージョンレンズですね、それを使いますと接写の時などには非常に通常よりもですね大きく拡大できるということで、ちょっと面白かったんですよね。で、一通りちょっと揃えてしまいまして、なかなかに面白いなというふうに思っていたんですけれどもそんな感じでですね、まずは写真のカメラの方にはまっていきまして、最終的にはですねデジタル一眼レフカメラの方を購入するようになってしまったということですね。高いんですよね。コンパクトデジカメですと、中古でしたら数千円とか買えますけれど、一眼レフはさすがにちょっと中古ではなく新品が欲しかったので、新品の方を購入いたしましたけれども、軽くですね20万円以上するものですからそれにプラスレンズですとか1、2本買ってしまいますと、同じくですね20万30万しますので、あっという間に100万近くになってしまうと。貧乏人の私がですね、なんとかお金を工面いたしまして、購入したんですけれども、その甲斐あってですね、ちょこちょことコンテストなどに出したりとかいたしまして、入賞したりですとか、ちょっと面白かったですね。さすがにですね、ちょっとあまりにもお金のかかる趣味なものですから、購入などは控えていたりしたんですけれども、その時にですね、こういったような GoPro ですとか DJI アクションシリーズですとか、そういったような動画ですねというのが面白そうだなと。私の使っている一眼レフはですねちょっと古いものですから動画は撮れるんですけれども FHD までなんですよね。 FHD の60フレームまでしか撮れないと。今は4K、8K の時代ですから、そういったことを考えますとちょっとかなり時代遅れで、手っ取り早く 4K を撮影するのであれば、こういったようなですね GoPro ですとか DJI がいいなというふうに思いまして、当時ですねちょっとまずは手始めにどんなものなのかということで安い中華アクションカメラの方を購入したりしたんですけれども、その後ですね GoPro 購入しまして、やっぱり GoPro すごいな、手ブレ補正効くなという感じだったんですよね。今回持ってきました C700 ウルトラズームというのはですね面白いカメラではあるんですけれども、ただどちらかと言いますとやっぱり風景向けという感じでしょうかね。で、古いので200万画素しかないんですよね。で、アスペクト比も4対3ですから、画質の方は200万画素当時にしてはまず映ってくれるカメラかなというふうに思っておりましたけれども、今見るとですねやっぱり解像度が低いので高解像度欲しいなというふうに思いますけどもね。
C700 のいいところというのはですね、単3電池が4本で使えるんですよね。ですから、今とかでしたらどこのデジタルカメラも専用バッテリーになっておりますので、年数が経過してですね、購入新たにしようかなと思ってもできなかったりするんですけれども、単3電池はですねその辺ですぐに入手できますので、簡単にですね電源の方が確保できると。なので古くてもですね、今このようにして持ち出して撮影することが可能ということなんですよね。写真は写真で面白い、と思いますし、動画は動画で面白いと思いますので、特にですねアクションカメラに関しましては小さいのでかなり手軽に扱えるというところが非常に気に入っているんですよね。いやー、早く雪解けないでしょうかね、これ。自転車なり原付バイクなりで走行の方をしたいんですけれども、なかなかですね雪が溶けてくれませんので、と言ってもですね北海道の3月ですから、当然ですね3月中にですねドカッと雪が30センチ40センチ降る時もありますので、実際に乗り出し始めできるのは4月に入ってからなんでしょうね。それまでは、もうちょっとですね我慢しようかなというふうに思いますね。さあ今回ですねこちらの GoPro Hero 10ですけれども 4K の60フレームで撮影の方をしておりますが、さすがにですね冬期間は気温が低いので、今日は晴れておりますけれども、それでも先ほど車の温度計確認いたしましたらプラスマイナス0ですとかなっておりましたので、そう考えるとですねやっぱり寒いんですよね。なので 4K60 フレームで撮影しておりますけれども、強制的にですね電源が熱暴走によって停止してしまうというようなことがないので、季節的にはいいんでしょうけどもね、これが夏場とかになりますと 5.3K の60フレームだと10分ぐらいで電源落ちちゃっておりましたので、そういう点はですねちょっといただけないんですけれどもね。そう考えるとですね、DJI Osmo Action 6あたりはですね、3からそうですけれども熱停止することが非常に少ないので、高解像度で気温の高い日でも安定して撮影ができるというところが強みなんでしょうけどもね。そういったところがやっぱり克服できないとGoPro の方はちょっと今後、新商品の発売は難しいのではないかなと思うんですけれどもね。なんやかんやとですねお話の方してまいりましたけれども、久々に使うコンパクトデジタルカメラ作動確認の方が主だった内容なので動画の方はちょっと短いかもしれませんけれども、本日はこの辺で終了したいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございました。